視聴いただきありがとうございます。スローキャンプです。今回は秋冬キャンプ初心者の方におすすめするワークマンのトレッドモックを紹介します。毎年大人気のトレッドモック、2022年モデルが早くも店頭に並び始めております。今年は定番カラーのブラック、コヨーテと新色のパープル、クラッシュデニムの4色展開。最初に言い放ちますが、秋冬キャンプを検討しているなら間違いなく買っておくべきワークマンの秋冬ベストセラーシューズです。今日は改めてこのトレッドモックの魅力について確認していきたいと思います。まだトレッドモックが出始めた頃は手羽のエンバーモックに激似と揶揄されていました。エンバーモックのお値段は約1万円と、まあよくあるアパレルシューズの価格帯です。一方でワークマンのトレッドモックはというと、なんと1500円、しかも税込みです。見た目もエンバーモックと売り2つで、価格はおよそ7分の1と、それは衝撃的でした。しかも発売された当時はさらに安く1280円と、あっという間に店頭から姿を消し、某フリマサイトでは定価以上の価格で取引されていたりします。当たり前ですが、エンバーモックの方が素材、デザインともに上であることは間違いありませんが、この価格で販売されたらもはや太刀打ちができません。しかもこんな収納袋までついていて税込み1500円、外用と室内履き用に2足買っても3000円と、なんともお財布に優しいモックシューズです。ちなみにワークマンは今年の2月に PB 商品の価格据え置き宣言をしておりましたが、円安や原料高、輸送費の高騰が続く中、2023年春夏商品の価格見直しを検討しているようです。おそらくですが、来シーズンのワークマンは値上げをしてくると予想されるため、欲しい商品があれば今のうちにストックしておくと良いかもしれません。ここからはトレッドモックの機能について見ていきましょう。トレッドモックの最大の特徴はやはりこの脱ぎ履きのしやすさではないかと思います。かかとが踏める仕様になっており、テントに出入りする機会の多いキャンプシーンにおいてモックシューズでありながらサンダルのような使い勝手が最高です。子供の頃、靴のかかとは踏んではいけないとよく注意されたことが懐かしく、記憶の片隅にあり、かかとを踏むことに若干の抵抗がありましたが、それも最初だけ。難易を隠そう、中の人もトレッドモックラバーの一人で、後ほど紹介しますが、2シーズン履き倒したトレッドモックが現役続行中です。やっぱりどんな服にも合わせやすいブラックが一番無難かもしれません。見た目もキルティング加工がおしゃれで、中綿入り、保温性も高く、厚手の靴下と併用することでさらに保温性アップ。むしろ保温性が良すぎて足が蒸れます。さすがに雪中キャンプとなると無理がありますが、低地のキャンプ場であれば冬の時期でもこれ一足で十分に過ごすことができます。過去には最低気温マイナス3度の氷点下キャンプでも足元が冷えることなく過ごすことができました。インソールは取り外しができるので、自分好みのものに交換することができます。またインソールは約1センチと肉厚でクッション性があります。このクッション性とインソールのおかげで長時間履いていても苦になりません。また後ほど紹介しますが、表面には撥水加工が施されています。小雨程度のキャンプであれば十分にその機能を発揮してくれるはずです。サイズは全6サイズ展開。昨年から SS サイズが追加され、女性向けにもラインナップを強化しています。中の人は普段は26センチの靴を履きますが、トレッドモックは LL サイズをチョイス。厚手の靴下を履いても多少余裕があります。ぴったり感重視の方はいつもの靴のサイズと同じにすると良いかもしれませんが、足の形は人それぞれのため、実際は店頭で試し履きしてフィット感を試してみてください。こちらが一昨年購入して2シーズン履き倒したトレッドモック。色はブラックです。平日は普通のサラリーマンをしているためビジネスシューズを履きますが、秋から冬、春先までキャンプはもちろん
タウンユースまで週末は基本的にトレッドモックを着用。だいぶ汚れていますが、裂けや破れなど特に不具合はありません。肉厚だったインソールも重心がかかる部分を中心にへこんでいますが、アウトソール自体にも厚みがあるためあまり気になりません。何を思ったか、あまりにも便利すぎて一時期ベランダのサンダルとして使っていたら、雨風や太陽光にさらされて色あせてしまいました。トレッドモックには撥水加工が施されていますが、防水ではありません。左が新品、右が2年ものです。霧吹きを使って簡易実験をしてみましょう。やはり新品なのでしっかりと水を弾いてくれます。続いて2年もの。撥水加工はもうありません。おそらく雨ざらしにした影響かもしれません。防水スプレーを吹きかければまた復活するかもしれませんので、今度試してみようと思います。トレッドモックはこれ以外にブルーとコヨーテを持っています。ルームシューズとしても使うことができるのがまたトレッドモックのすごいところ。ブルーもルームシューズとして2シーズン履き込んでいますが、室内利用のみのためブラックほどのへたりはなく、しばらくルームシューズはこれで事足りそうです。こちらが昨年購入したコヨーテ。ブラックがまだまだ使えるので出番なく、まだ一度も履いていません。比べてみて分かりましたが、昨年と今年のモデルでは形が同じです。ブラックもコヨーテも昨年もラインナップされていたので全く同じものかもです。ちなみに一昨年モデルと昨年モデルはアウトソールが変わっていたり、履き口の微妙なサイズ変更などマイナーチェンジがありました。それにしてもラバーだからってトレッドモック所持しすぎ、今シーズンも活躍してくれること間違いありません。The sun is always shining right.